こんにちは、上地下生です。ご無沙汰しております。久々の、動画になりますが、今回は先日11月の28日に東京ジャズフェスティバルでディマッシュが、オータムストロング、玉置浩二さんの行かないでをなんと日本語で歌ってくれましたね。すごかったね。僕はもう生で聞きましたけど。で、そのリアクション動画のリクエストがですね、本当に多くって、でもどうしようかと思ったけど、でもこれ作品としてはもう素晴らしい出来なので、やっぱりちょっと日本人としてこれは作っとこうと思って、今回、今やってるとこなんですが、早速、もう何回も聞いてるんですけど、聞いてみようと思います。ディマッシュの行かないで。何も見えない何もすげえなずあ。っと泣いてただけど悲しいんじゃない温かいあなたに触れたのが嬉しくて行かないで行かないですごい。いつまでもずっと離さないで行かないでここやべえな。このままで
すげえ。あっぱれです。すごいです。いやー、これね、本当にね、いや、これすごいよね。あの、この「行かないで」の原作の、作詞家の松井五郎さんもツイッターでもう大絶賛してたじゃないですか。してたんですよ。もうこんな素晴らしい日本語で、歌われる外国の方っていうのは初めて聞いたっていう風に確かおっしゃってたと思うんですけども、それぐらいね、日本語完璧なんですね。だってね、本当にね、日本語って他の言語と本当に違うんですよね。本当にね、弱いの。日本語って。日本語って本当に発音のね、アクセントが弱いんですよ。もうね、例えばこう、外国の、子音っていうのはすごくスナップがかかってるんですよ。これが上の歯だとして、これが下だとするでしょ。スナップをかけて、摩擦で、発音をするので非常にアクセントが強くなるんですね。で、それが、例えば、指パッチンとか、僕これ下手なんですけど、これって、力入れなくって、こことここの摩擦部分の、具合によって、綺麗に音が鳴るものじゃないですか。で、僕ちょっと、あまり綺麗にならないので、もうまさしくこのスカスカの音が日本語だとすると、もっと綺麗に音鳴る人いるでしょ。もう指パッチンみたいな。もっと、それはもう力入れずに、摩擦の力をやってできるから。それが、言葉も一緒なんですよ。もう本当に、例えば、L、ラだったら、ラとか、ラとか、ラとか、フとか、まあ、セとか、ガとか、ガとか、ダとか、タとか、それぐらいアクセントが強いんだけど、日本語の場合っていうのは、もうね、こんな感じ。わかりますか？こんな感じ。ただ、話すだけの発音なんですね。日本語の場合って。これが歯だとすると、これが舌だとすると、ただね、こんな感じ。こんな感じ。で、いや、これぐらいの力の入れ加減だから、普段これだけスナップをしてる人たちが、これっていうのは、非常にストレスが溜まると思うんですよ。そう。それをね、ディマッシュはね、見事に、よく我慢してるな、みたいな感じ。ディマッシュよく我慢してる。よく我慢してるっていうような、本当にすごいですね。これね、長い間、訓練とか必要なんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと早速ちょっともう一回聞いてみましょう。これ、ちょっと待って。いや、これね、ディマッシュ本当にすごいよな。ちょっと戻して、いきます。いや、だからね、逆に僕ら日本人は、英語とか外国語喋れないのは、力がないから。ここの筋肉の力がないからなんですよ。これすごいよな。何も見えない何もずっと泣いてたもうね、完璧ですね。歌う日本語としてはもう完璧です。歌う日本語としてはもう完璧です。全体的にディマッシュの発音は、もう、ネイティブではないですよ。
やっぱりさすがにネイティブではないんですが、帰国子女並みのレベルは十分にありますね。もうね、それだけよく我慢してるね。すごいディマッシュ。ディマッシュすごいよ。よく我慢してるよ。もう、だってずっと泣いてたになりがちなんですよ。何も言えない、何もずっと泣いてたになるのを見事に抑えて、もうこの感覚で歌ってる。すごい。ここのだけども、だけどになりそうなのをだけどになしてるから、日本人だ。悲しいんじゃない温かいあなたに触れたのが嬉しくて、ここら辺でね、やっぱりね、こう、我慢が足らない。我慢が、ストレスがこう、溜まってるところで、少し感情が入ると、それが少し緩んじゃって、こうなってるやつがね、少しね、こうやってなっちゃうんですよね。これはもうしょうがない。しょうがない。これはしょうがない。で、だから、外国の人たちのアクセントに、ちょっとなってる気がするけど、でもね、全く問題ない。全く問題ないですね。今、これを聞いてる方っていうのが、多分ね、デマーシの日本語の発音のことをすごく気になってる方がたくさんいらっしゃると思うんで、ちょっと細かく言ってるんですけど、もうね、レベルとしてはもうハイレベルですよ。もう帰国子女です。もうすぐネイティブになるには、3ヶ月ぐらいディマッシュ日本で生活すればすぐネイティブ並みのディマッシュの能力だったらなれる気がするんですね。それぐらいすごいです。すごい。もうね、この曲のディマッシュの、最高潮というか、一番の聴きどころはね、このサビの部分だと僕は感じてるんですよ、勝手に。もうこの行かないでの、発音もそうなんですけど、表現、その行かないでっていう気持ちを表現している日本語としてはもう完璧ですね。もうね、日本人以上に日本語を表現していると言っても過言じゃないと思います、ここ。いつまでもずっと離さないで。こっから今カーッと少し強くなってきたのを抑えてまた歌い始めるんですよ。もう一回行かないでって。その時にガーって言ってるところになるから、でちょうどこのところも少しアクセントは強くなってるところなので、またそこを抑えてる時にそこでねディマッシュグッとこらえてね、日本語で歌ってるんですよ。ここすごい。ここすごい。ここちょっともう一回聞いてもいい？これぐらい？こっから間違えちょっと待って、もうちょっとこれぐらい？こっから少しずつクレッシェンドするんですよ。いつまでもずっと離さないで。でここでうわーすげえ。こ
この表現ははっきり言って日本人以上に日本人の感情で歌ってる、そういう風に聞こえる、そういったもうね表現力をディマッシュは持ってますね。素晴らしい。いつか心はいつか遠いどこかでこの辺はね何回か過去のオータム・ストロングの曲をこれを聴く前にちょっと聞いてみたんですけど、ここら辺はね結構拳カザフスタン民謡の拳のようなフレージングをしたりとか結構自由に歌ってるんですが、ここはやっぱりなんだろうなっていうかね、今回ねこのディマッシュねめちゃくちゃコンディションいいような感じがするんです。というのは過去の動画を見てみると結構ねやっぱりいっぱい歌ってるせいもあって辛そうに聞こえてる部分もあったんだけど、過去の動画を見ていくとどんどん進化してるんですけど、でねそのクオリティ的にはですね、僕この東京ジャズで歌ってるこのオータム・ストロングが、YouTube の中にある動画の中で現時点で一番のクオリティだと思います。これね多分当たってると思うそんだけねすごいクオリティの高い、だってそれもまたさ完璧な日本語の表現でやってるでしょ。もうこれね今現時点でナンバーワンのクオリティですね。みんな思い出になると知らなくていいのに、知らなくていいのにここもガーッとスケールの大きい歌い回しをしてるんですけど、日本語のアクセントは本当に抑えて歌ってます。もうどうしてもスナップが効いてしまうところはあるってことはあるんですが、もうこれは全く問題ないですね。現時点で全く問題ない。でそれで悠々と歌って、だってあれだけ悠々って歌ってちゃんとこの気持ちを込めながら抑えて歌うっていうのをやりながら、あれだけのスケールを歌うっていうのは外国の人にとってはもう本当に大変なことだと思うんですよ。それをさらりとやっちゃってるでしょ本当にすごいよ。行かないでそうここの2フレーズ目のところは少し張った声で歌ってるんですが、でも日本語の発音は完璧です。行かないでどんな時でもこれねすごく細かいことをもうこの際言っちゃおうか。ちょっとこの雰囲気で見ると分かるかもしれないんですが、ちょっとディマッシュが歌詞分かんなくなっちゃったかもみたいな感じで譜面を見るんですよ。でちょっとねちょっとだけこういうような感じになった時に力が抜けてるんですね。で力が抜けた時に言ったどんな時でものどんの発音というのが一番日本語らしいです。だからなんていうのかな、いろんなこうずっと気をつけながらもやってながらふっと力が抜けた時に出た言葉が一番日本語らしくなるっていう、これってある意味日本語を勉強している人たちの外国の方に対する一つのヒントになるかもしれないです。本当になんかねはぁっていう時に出た発音が日本語の発音だと考えていると結構ねヒントになるかもしれない。そんだけねこのちょっと
これディマッシュを例えするのは非常に申し訳ないんですが、日本語を勉強している外国の方にとってここの力の抜き方っていうのが結構ねヒントになるかもしれないんだよな。ここでね少しね迷った時にでちょっと力を抜けた時のどんな時でもの発音が日本語なんですよ。日本語の発音なの。そう力を抜けてるから肝心なこんな感じで喋って発音してるんですね。これが日本語なんです。日本語って本当にね何でもない摩擦なんですよ。これがね日本語の発音なんですよ。海外の人だったら多分理解できないかもしれないですよね。そんなに弱いのみたいな。そう日本語ってねそんなに弱いんですっていうかさ、日本語の発音のことだけでも神経尖らせてるのにさ、そしてもうここら辺の緊張感すごいと思うんですよ。いつもと発音する時の緊張感と全然違う緊張感なんだけど、でもちゃんとねフレージングは素晴らしいですね。でねこのフレージングの美しさは J-POP とか日本の歌を歌う時の美しさに、と一緒。それだけの J-POP の響きを本当に感じるとても素敵なフレージングです。でこっからまたあれでしょ、オペラのスタイル、クラシックスタイルのこのフレージングの響きを聞くだけでも、ディマッシュすげえ今日調子いいっていうのが、皆さんも多分わかるんじゃないかなと思うんですけど、そんだけね、すごくリラックスできてる。で、体の調子も良くって、で、完璧な日本語でしょ。で、このサウンドとこの映像も美しいから、本当にね、このね、動画ね、YouTube の動画の中でも一番いいんじゃないかな、クオリティ。ラストクライマックスに行くんですけど、そのクライマックスのフレージングもJ-POP とか日本のメロディーラインのフレージングと本当にこうシンクロしているようなとても海外の人が歌ってるようなものはとは違う、本当に日本人の方が歌ってるそんな響きなんですね。それで日本語素晴らしいでしょ。これさすごいよね。もうここら辺もさなんつうの、日本語で言ってるんだけど、日本語は完璧なんですよ。完璧な日本語で自由に歌ってるでしょ。だからある意味ね、ディマッシュの中でも日本語はだいぶ馴染んできてるんじゃないかと思うんですね。だからこのままね、まだね発展途上だと僕は思っていて、でね、このまましばらくもうすぐネイティブ並みのフレージングで歌いことができるんじゃないかっていう、そうもうここのところもいやもう完璧なんだけど、もう僕ら以上に日本人の歌として歌えるんじゃないかとすごい今感じますね。なんか
なんか今この人日本語で歌ってんだよなと思ってなんか全然ストレスを感じなくなってるのはすごいなみたいな。普通に日本人じゃんみたいな普通に日本人が歌ってるじゃんみたいな、もうそんな感じすらさせるぐらいの貫禄たっぷりの歌い回し素晴らしいです。でこっからさガーッと低音に行くのがさ凄まじいつか素晴らしいよね。なんかここのタイミングの取り方がなんかもう完璧ね、すごいよね。なんつうの、空白の間でギターが入る時のことをちゃんと計算しながらフレージングをするでしょ。見事だね。すごい。いやー、この人すげえなー。いや、ありがとうございました。もうね、これはね、もうね、本当に努力の賜物だと僕は本当に思います。じゃないとね、あれだけのストレスの溜まるような僕らの日本語をですね、この6分間の間、緊張感も途切らせずにですよ、あそこまで完璧に歌い切るっていうのは、松井五郎さんの言葉を借りて言うのもなんですが、もう僕も初めてですね。それだけ本当にこの動画はですね、クオリティがね半端ないです。すごい。いや本当にいいものを聞かせていただきました。今回はですね、先日行われた東京ジャズフェスティバルでですね、ディマッシュが日本語で、玉置浩二当時さん、松井五郎さん作詞の、行かないで。で、ディマッシュ自体はオータムストロング。で、バージョンはですね、オータムストロングのバージョンを日本語で歌ってる、そういった形の、仕上がりになってるんですが、完璧です。素晴らしい。もう現時点では、YouTube の中では一番のオータムストロングだと、いかねえだと思います。ありがとうございました。いやーすごいな。俺も頑張ります。僕の動画もですね、こっちか、置いときますので、よかったら、聞いてください。では、またお会いしましょう。さよなら。